日本語ポッドキャストジャパ耳。日本はとにかく略したい。皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日はインターメディエイトレベルということで、N2 から N3 ぐらいの語彙や文法を組み合わせて話します。ジャパ耳で日本語をたくさん聞いて、日本語の音に慣れてもらえたら嬉しいです。今日のテーマは略語です。略語とは長い言葉を短くした言葉です。言葉を略すとも言います。日本人は長い言葉を短くするのがとっても好きです。長い言葉があればできるだけ短くしたがります。例えば、世界中にあるコーヒーチェーン、スターバックスコーヒーはスタバと言われています。友達を誘うときは、スタバ行こうよとか、スタバ行かないって言います。待ち合わせのときは、スタバの前で待ってるねってメッセージを送ることもあります。それから、映画やアニメのタイトルもよく略されます。例えば、ハリーポッターはハリポタ。ファンタスティックビーストはファンタビと呼ばれています。また、新世紀エヴァンゲリオンはエヴァ。進撃の巨人は進撃と言われることもあります。それから、日本中にあるコンビニ、ファミリーマートはファミマと言われています。皆さんも食べたことがあるかもしれませんが、このコンビニにファミチキという人気のホットスナックがあります。これも略語ですね。ファミリーマートのチキンだからファミチキって言うんですよね。ファミチキは日本人にも海外の方にも人気らしくて、私がオンラインでレッスンしている生徒さんたちの中にも、日本で食べたファミチキが美味しくて、日本にいる間、こればっかり食べてたっていう人がいました。私もファミマに行くたびに買いたくなるんですが、毎回だとカロリーやばいかなと思って我慢しています。というわけで、このように長い言葉を短くして言いやすくしたものを略語と言います。あ、さっき気づきませんでしたが、コンビニもコンビニエンスストアの略ですね。日本語は略語だらけですね。それでは今から他の略語もいくつか紹介していきたいと思います。きっと皆さんが知っているものもあると思うし、知らないものもあるかもしれないので、ぜひ最後まで聞いて、日本人が使っているリアルな言葉を学んでもらえたらと思います。まずは、アニソンです。これは何の略かわかりますか？これはアニメソングの略です。アニメのオープニングやエンディングばかりか、アニメの中でキャラクターが歌う曲なども全部まとめてアニソンと言います。アニメごとにいろんな歌が使われているので、アニソンは本当にたくさんありますね。私もたまにカラオケでアニソンを歌うことがあります。
最近のアニメに限らず、自分が子供の頃に見ていたデジモンやカードキャプターさくらなども歌います。皆さんの中でアニメが好き、アニメの歌が好きという人がいたら、ぜひアニソンという言葉も覚えてね。次はドタキャンです。この言葉がどんな意味か知っていますか？これはもともと土壇場キャンセルという言葉なんですが、この言葉はほとんど使われていなくて、略語のドタキャンという言葉が使われています。これは予定を直前にキャンセルするという意味で、友達との約束やデートの待ち合わせなどの直前にキャンセルすることをドタキャンと言います。この略語の由来をあまり知らなかったので、土壇場という言葉の意味を調べてみたんですが、これはもともとは江戸時代の言葉で、人を処刑するときに使う土で作った台を土壇と呼んでいたそうです。つまり、土壇場というのは命の最後の場面という意味で、そこから転じて直前とかギリギリのタイミングという意味で使われるようになったと考えられます。私も含めて由来を知らずにドタキャンという言葉を使っている日本人が多いんじゃないかなと思います。ドタキャンは相手の人に迷惑をかけることもあるので、あまりいいことではないと思いますが、仕方なくキャンセルしないといけないこともあると思うので、その時は丁寧に連絡をするようにしたいですね。最後はガラケーです。この言葉はどんな意味でしょうか？これはスマートフォンが登場する前の日本の古いタイプの携帯電話のことです。このような昔の携帯電話がガラパゴス化した携帯電話と言われていることからガラケーと略されます。なぜガラパゴス化した携帯電話というようになったんでしょうか？これも由来を知らなかったので調べました。皆さんはガラパゴス諸島という場所を知っていますか？これはエクアドルにある島なんですが、大陸から離れていてとても独特な場所です。日本の携帯電話には2000年代に日本だけの独特な機能がたくさんありました。例えば、お財布携帯、ワンセグ、着メロといった機能があったんです。海外の携帯電話と日本の携帯電話には、その機能にたくさん違いがありました。そこで海外から日本の携帯はガラパゴスのようだと言われて、ガラケーという言葉が生まれたそうです。私も大学生になるまでガラケーを使っていました。大学生になった時、初めてスマートフォンを買いました。高校生の時は、ガラケーのワンセグでテレビを見たり、好きな着メロをダウンロードしたりしていました。ちなみに、ワンセグというのは、
ワンセグメントの略で、携帯電話でテレビが見られる機能でした。また、着メロというのは着信メロディーの略で、電話やメールを受け取った時のメロディーのことです。好きなアニソンや J-POP を着メロにしたいときは、無料または有料のサービスでダウンロードしていました。以上、今日皆さんに紹介したかった略語です。よかったら使ってみてね。それでは今日のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日は日本の略語文化をご紹介しました。他にもたくさんあるので、機会があったら第2弾をやりたいなと思っています。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。